先日公開されたキャットナップがメインとなる閲覧禁止動画について、今回は解説と考察を行っていきます。この動画では、これまで断片的に語られてきた実験体の実態と、キャットナップという存在がどのように作られたのかが、非常に生々しく描かれていました。ショッキングな内容ではありますが、その一方で、新たに判明した重要な情報も数多く含まれています。特に、これらの描写がチャプター5にどうつながっていくのかは見逃せないポイントです。今回は前半で動画内容の整理と解説を行い、後半でそこから読み取れる意味や伏線について考察していきます。再調整。この動画のタイトルにもなっている再調整。まずは、この言葉が何を意味しているのかを整理します。この映像で描かれている再調整とは、孤児としての自我を持ったセオドアに対し、治療という名目で非人道的な処置を施し、キャットナップという存在へと作り変える工程を記録したものです。つまりこれは単なる治療映像ではありません。セオドアがセオドアで亡くなる過程を映した極めて重要な記録です。ここでセオドアとキャットナップの時系列を整理しておきます。この動画が撮影されたのは1990年、1989年の感電事件を経て、セオドアはプレイケアへ復帰します。そして翌年、1990年11月7日、この日にキャットナップとしての初回手術が行われていたことが判明しています。しかし、その適用期間中に事件が起こります。オリエンテーションノートブックの記述によると、セオドアは脱走し、PW の同僚である職員6名を殺害、8名に重傷を負わせました。これが11月20日の出来事です。その2日後の11月22日、治療、つまり再調整のため、セオドアはラボへ送致されます。この一連の流れの中で撮影されたのが、今回の閲覧禁止動画であると考えられます。2人の科学者、映像の中で、キャットナップの独房を観察しているのは、2人の科学者です。今回の動画で新たに判明した事実として、左側に立っている人物が PW ことプレストン、そして右側がジェシカ・ニューマン博士であることが明らかになりました。特に重要なのが PW です。これまでオリエンテーションノートブックなどで名前だけが登場していた人物ですが、今回の映像によって実写として初めて姿を現しました。一方のニューマン博士も今回が初登場ではありません。彼女は過去にトーマス・クラークのブロンの実験に関与し、さらにマミーとの面会にも立ち会っていた人物です。つまりこの場面には、プレイタイム社の中でも重要な立場にある2人の人物が同時に登場しています。では、この2人は同じ目的で、同じ視点に立っているのでしょうか。次の会話から、その違いがはっきりと浮かび上がってきます。ニューマン博士は、キャットナップに対して次のように問いかけます。What is your name? What is your experiment number? Can you tell me who you are? ごく基本的な質問ですが、ここには明確な意図があります。これは会話ではなく、自己認識の確認です。しかしキャットナップは、この問いに素直に答えません。乱暴にガラスへ突進し、と脅すような態度を見せます。この時点で、映像内の記録にもある通り、最初から1188には大規模な治療が必要になることは明らかだった、という判断が下されていたことがわかります。続く会話で PW はこう漏らします。Feels weird seeing them like this. Why, Pharaoh? I don't know. I hardly recognize him. この発言からわかるのは PW がセオドアとしての彼を知っていた可能性です。だからこそ目の前の存在を別人のように感じている。それに対しニューマン博士は淡々と返します。Preston, if I didn't know you, I'd say you sounded like a new guy. この一言で2人の立場の違いがはっきりします。PW はまだこの種の処置に完全には慣れていない。一方でニューマン博士はすでにそれを日常の業務として扱っています。さらに PW は不安を口にします。Does it ever bother you the way they act after? しかし返ってきた答えは No, not really. The work's important. ここで強調されるのは対象を人間としてではなく物として見ている視点です。キャットナップは映像を見せられ明らかに動揺した様子を見せます。それが自分自身の姿を見たからなのか、あるいはドッグデイを見たからだったのかは断定できませんが、少なくとも精神的な衝撃を受けていることは明らかです。そして麻酔銃を撃たれ、意識が薄れていく中で、キャットナップはまるで自分を確かめるようにこう口にします。治療成功。場面が切り替わり、画面には
治療に要した期間が49日であったことが表示されます。これは週換算でおよそ7週間にあたります。同時に廊下を映した監視カメラ映像が流れ、背景ではキャットナップの悲痛な叫び声が響き続けます。具体的な処置内容は描かれていません。しかし、この演出からだけでも想像を絶する再調整が行われていたことは十分に伝わってきます。再び場面は切り替わり、弱々しく横たわるキャットナップをガラス越しに見つめる2人の姿が映ります。ここで PW はこう口にします。I know it's important, Newman, but you can't deny the cost is, well, there is a cost. それに対し、ニューマン博士は迷いなく答えます。You just can't dwell on it. The trick is to stay focused. Besides, if Grace's treatment plan here works, 1188 won't be feral for long. このやりとりからわかるのは、2人が同じ現場に立ちながら全く異なる価値観を持っているという点です。PW は処置の結果と同時にそこに伴う犠牲を見ています。一方でニューマン博士は結果のみを評価軸に置いている。そして再びあの質問が投げかけられます。What is your name? 一瞬の沈黙の後、キャットナップは反応します。What? 促されるように問いが続きます。Yes, your name, please. キャットナップは途切れ途切れに言葉を探しながらこう答えます。その直後、画面には無情にも治療結果成功という文字が表示されます。本当に治療できた。ここからは考察パートに入ります。画面には確かに治療結果成功と表示されました。しかし、この成功とは何をもって成功と判断されたものなのか、そこに大きな疑問が残ります。映像の中で行われている判定は極めて単純です。キャットナップが自分の名前をキャットナップだと答えた。それだけです。セオドアという名前を名乗らず、キャットナップという名前を受け入れた。この一点をもって治療は成功と判断されています。では、この49日間の再調整は、セオドアとしての記憶や人格を本当に消し去ったのでしょうか。ここで重要になるのが治療期間の長さです。7週間という期間を逆算すると、再調整が行われたのは、1990年11月22日から1991年1月10日頃までとなります。そして、その10日後の1月20日、キャットナップはプレイケアへ復帰し、孤児たちを寝かしつけるために赤い煙を吐く役割を担うようになります。表向きには、ここで統合は完了しています。キャットナップは役割を持つ存在として機能し始めました。しかしこれをもって内面まで完全に書き換えられたと断定してよいのでしょうか。ここで注目したいのが、キャットナップだけでなく、他の実験体にも共通して見られる挙動です。まずキシーです。キシーは写真をどこか懐かしむような反応を見せています。それは過去の記憶に触れたような振る舞いに近いものでした。次に同意です。同意には、ケビンという人格が存在しており、家族に対して複雑な感情を抱いている様子が描かれています。時に、その人格が表に出て暴走する場面も確認できます。これからわかるのは、実験体が役割や名前を与えられていても、内側にある記憶や感情までは完全に消去できていない可能性です。これを踏まえると、キャットナップに行われた再調整も、セオドアという名前や立場を上書きすることには成功していても、過去の記憶そのものを消した処置ではなかったと考えることができます。つまり、この治療とは人格を丸ごと消すものではなく、孤児としての存在を前面から消し去るための処置だったのではないでしょうか。統合から4年後のレースとの VHS。この場面で、レースはキャットナップをテオと呼びかけています。テオとはセオドアの愛称です。この時重要なのが、キャットナップがプロトタイプの存在だけは明確に認識していたという点です。数年という時間を経ても、名前や呼称が揺らぐ中で、プロトタイプへの認識だけが失われていない。これは偶然とは考えにくい描写です。プロトタイプは、キャットナップにとって単なる記憶ではなく、信仰や依存の対象として定着していた可能性があります。そしてその信仰こそが、後にキャットナップの行動原理となっていった。そう考えると、この描写はチャプター5へ直結する重要な伏線として機能しているように見えます。ラストシーン。動画のラストでは雰囲気が一変します。サイレンが鳴り響き、誰かの一人称視点で廊下を走る場面が映し出されます。曲がり角でキャットナップと遭遇し、引き返したところで映像は終了します。このシーンについては、
大きく分けて2つの可能性が考えられます。まず1つ目は、この場面が1995年に起きた喜びの時間であるという解釈です。サイレン音、混乱した逃走、これらの要素は喜びの時間の描写と一致します。もしこれが喜びの時間であれば、逃げている人物は PW もしくはニューマン博士である可能性が浮上します。また、キャットナップがラボに向かう動機として考えられるのはプロトタイプの解放です。この場合、キャットナップは信仰の対象であるプロトタイプを解放するために行動していると考えることができます。この解釈を取るならば、少なくとも PW かニューマン博士のどちらかはこの時点で命を落としている可能性が高くなります。もう一つの可能性は、この場面が1990年の脱走事件を描いているという解釈です。この場面がラボであると推測すると、脱走事件も考えられます。キャットナップの本来の持ち場はプレイケアであり、喜びの時間当日もそこにいたと考えられます。さらに、喜びの時間では、仲間の招集を自ら行っていることから、混乱の最中に単独でラボへ向かう理由が弱くなります。一方、脱走事件であれば、ラボ内で人が逃げ惑っている状況は自然です。この場合、逃げている人物は PW の同僚である可能性が高くなります。そして重要なのは、この解釈を取ると PW は生存している可能性が残るという点です。一旦まとめると、喜びの時間であれば PW またはニューマン博士の死亡が示唆される。脱走事件であれば PW が主人公候補として残る。この2択は今後のストーリー展開を考える上で非常に重要な分岐点になります。隠された暗号？動画の冒頭、ノイズが走る場面で一瞬だけ数列が並んだ謎の画面に切り替わります。この数列を解析すると次の文章が浮かび上がります。私たちはなぜここにたどり着いたのか。振り返ってみると、この時間はあの頃以上にさらに壊れている。この文章はキャットナップ自身の内面を吐露した言葉だと考えられます。孤児だった頃にも辛い記憶や苦しい経験はあった。しかしそれ以上に実験体として生まれ変わった現在の方がはるかに壊れている。この一文は過去の不幸を上回る苦痛の中に今のキャットナップが置かれていることを示していると解釈できます。まとめ、ここまで閲覧禁止動画の内容を整理しながらキャットナップに行われた再調整の実態とその意味を考察してきました。 PW やニューマン博士の登場にも驚きましたが、セオドアの悲しい過去が辛かったです。この動画で明らかになったのは、再調整とは単なる治療ではなく存在の定義を書き換えるための処置であったという点です。キャットナップは役割を与えられプレイケアでは機能する存在となりました。しかし内側に残った信仰や記憶が完全に消えていたかどうかは依然として疑問が残ります。それらが今後どのような形で回収されるのか、そしてキャットナップが信じ続けた存在がどのように物語の前面へ出てくるのか。チャプター5の発売が近づく中で ARG を含めた今後の展開からますます目が離せません。この動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。